皆さんこんにちは、りなおくまです。今日は足腰が強くなるためのピラティスを15種目一緒に行っていきます。マットの上で膝立ちの姿勢、それから立った姿勢で行っていきますので、少し動けるスペースを確保して一緒に行ってみてください。そしたらまずはマットの上で膝立ちになった状態からスタートしていきます。このまま片方の足を外に向けておきます。このまま手を腰に置いて、ゆっくりと足が立っている方に向けて体重移動を行っていきます。まずはこの動きからスタートしていきましょう。はい、始め。ゆっくりとお尻を足が立っている方に向かってぐーっと動かしていきます。そうするとこの軸足の腸腰筋、股関節のところが伸びるのと、あとこっち側に体重がかかってくるので股関節へぐっと力が入るのを感じられると思います。股関節はね、下半身全体の、支えている部分でもありますので、ここをしっかりと使えるようにしてあげることによって足腰は強くなっていきます。吐きながらスライド、吸って押し上げていく。はい、じゃあ反対側も同じように行っていきましょう。もう一度膝とつま先を外側に向けて、おへそはなるべく真正面を向けた状態でセットします。このまま足の方にゆっくりと体重を移動していきます。はい、始め。体重移動するときにお尻、おへそが斜めをなるべく向かないようにまっすぐ真正面向けた状態で少しずつスライドしていきます。あとは立っている方の膝が内側に入らないようにまっすぐ体の真横めがけて重心移動させていきましょう。はい、OK です。そしたら今度はスクワットの姿勢に入っていきます。少し足を肩幅よりも広めに開いたら、つま先と膝を外側に向けてお尻を落とせるところまで落としていきます。このまま目の前で手をついたら少しずつ体をスライドして肘を膝にくっつけに行きます。上半身が前に倒れていると意味がないので、しっかりとお尻を落としてからゆっくりと横にスライドしていきましょう。結構きついですね、この動き。お腹の力がデレンと抜けてると腰が痛くなっちゃいますので、少しきついんですけども、腹部引き上げて、はい、股関節を使いながら重心移動をしていきましょう。吐いて吐いて、はい、ラスト15秒切りました。では手を前についたらもう一度さっきの膝立ちの姿勢に戻っていきます。このまま片方の手を、膝と同じラインについたら上の手を腰に置いて、そのまま上の足をアップ、ゆっくりと下ろしていく。吸ってアップ、吐いてゆっくりと下ろす。今度はこの股関節周り、骨盤周りの筋肉、主にお尻の横側ですね、中殿筋と呼ばれる筋肉を少し鍛えて骨盤の安定を図っていきます。なるべく膝がね、体の前に来ないようにまっすぐ横向けて振り上げていきましょう。はい、OK。そしたらゆっくりと足を下ろしてきたら、今度はつま先を伸ばして、膝も伸ばして、上の腕も伸ばしていきます。このまま足と手を上げて、ゆっくりと足を下ろすと同時に手を下げていく。一連の流れとして大きく体を動かしていきましょう。お尻が後ろに引けすぎないように、足は体の真横を通って振り上げるようなイメージです。
くりと体を起こしてきたら反対側にスイッチしていきましょう。もう一度膝の位置を揃えたら同じラインに手をついて、上の手を少し腰に置いたら上の膝若干曲げて、はい、お尻を使いながら足上げ下げしていきます。ステアップ、吐きながらゆっくり下ろしていく。反動でやらないようにゆっくりで大丈夫ですので、じわじわじわと少しキープできるような筋肉を使いながらこの動作を行っていきます。おへそが下向かないようになるべくまっすぐ真正面キープしてやっていきましょう。ラスト10秒。はい、そしたら足を伸ばしてそのまま腕を頭の遠くに持っていきます。しっかりと指先から足の指先まで一直線の遠くに伸ばした状態でアップしたらゆっくり腕を回していきましょう。はい、吸いながら伸びて吐きながらゆっくり下ろしていく。足をね、もちろん上に上げているのでここの筋肉でねぐっと引き上げているんですけれども、体を一連の流れとして伸びるようにしながら流れるように足を上げていきます。そうするとね、気持ち足上げやすくなると思います。吸いながら手足遠くに引っ張って、はい、吐きながら戻していく。そしたらこのまま体を今度は下に向けて片方の足を前に持っていきます。このまま手と手の間に片方の足を置いたら後ろ足はつま先と膝寝かせてしまいます。この状態からゆっくりとお尻後ろに移動して、はい、そのままもう一度前後ろにお尻動かせるところまで、前の膝の裏ねちょっとピンって伸びますので伸びるところまでで大丈夫です。伸ばしきってゆっくりと重心を前に戻す。この体が前に来た時に後ろの股関節がピーンと伸びてるのを感じてみてください。股関節の柔軟性が高くなってくると下半身はより活発に動きやすくなるので、むくみの解消だったり、下半身の痩せにつながっていったりしていきます。はい、そしたら今度は後ろのつま先を立てて膝をマットからぐっと起こしていきましょう。この状態で上半身を少し起こせる方は起こしてみてください。このまま手は前の膝の上に置いた状態でこの膝を伸ばしたり曲げたりする動きを行っていきます。余裕だよっていう方は手も一緒に離して重心を前に移動した時に手を上げて、後ろに来た時に手を下げていく。この動きを繰り返していきましょう。吸いながら前、吐いてアップ。お腹をへこませてバランスをとっていきましょう。では今度は反対も同じように行っていきましょう。もう一度手と手の間に片方の足を置いたら、まずは後ろの膝とつま先を寝かせます。この状態でゆっくりとお尻を後ろに引いて、はい、もう一度前に持っていく。手がねべったりつける方はついても大丈夫ですけども、もも裏固めの方は、手をね指先だけでも大丈夫ですので、しっかりと骨盤股関節を使いながら体を前後に動かすイメージを持ちながらやってみてください。
はい、ではそのまま後ろのつま先を立てたら膝をぐっとマットから浮かして両手を前の膝の上に置きます。このまましっかり後ろの股関節伸びてるのを感じてから上半身を起こす。前の膝伸ばしきる。ゆっくりと曲げる。はい、繰り返していきましょう。できる方は両手も一緒にアップ。吐きながら落とす。吸いながら重心前。吐きながら後ろ。体が前に移動した時に後ろの股関節伸びきってるのを感じていきましょう。はい、OK。ではゆっくりと足を閉じてまっすぐに立っていきます。はい、そしたら今度はベーシックなスクワットを行っていきましょう。まっすぐに立った状態から足を少し肩ベルも広めに開いてお尻を落とす。吐きながらゆっくりと上がって手を下げていきます。吸ってダウン、吐いてアップ。お腹がね下を向いてて落ちやすいので、下に膝を曲げた時にお腹をしっかりへこましてやることを意識してみてください。はい、OK。したらこのままスクワットまで来たら今度は片方の足を後ろに少し後ろにクロスさせていきます。でこの時に、後ろに下がっていく方の体をゆっくりと横に向けて手を後ろに持っていきます。まっすぐスクワット戻ってきたら反対にクロスして手を開く。スクワットゆっくりで大丈夫です。胸を大きく広げてクロスランジを行っていきましょう。はい、これもねお腹しっかり引き上げて体幹力入れた状態でやっていきます。OK。 ではラスト2種目はもう一度マットまっすぐ立ってきたら、足を前後に開きます。このまままっすぐお尻を落として前の膝90度めがけて曲げたら立つ時に後ろ足を前に持ってきて、膝を上げてあげます。そのまま後ろに大きく下がってランジ。吸いながら引き上げる。股関節から大きく足を動かして後ろのお尻上に来た時にキュッと締めてまたゆっくり戻してお尻を縮こめていきます。吸いながらアップ、吐いてダウン。ではラスト反対側も同じように行っていきましょう。軸足ね少し親指の母子球に体重をかけてあげるとバランス取りやすくなります。あとは下腹部引き上げて体幹でバランス取っていきましょう。はい、始め。大きく後ろに引いてランジ。そこから吸いながら膝アップ、吐いてダウン。まずは股関節がしっかりと後ろで開いてそのまま縮こまる。それから後ろでお尻は縮こまって前に来た時に伸びる。2つ意識してやっていきましょう。はい、ラスト10秒。
した。ではその場で少し足を振ってあげましょう。はい、そしたらそのままマットの上にゴロンと横になって足のストレッチを行っていきます。まずは片方の膝を胸の方に引き寄せて、お尻からハムストリングストレッチしてあげます。はい、じゃあその足を外側に折ってかかとをお尻の横に持っていきます。このまま膝倒せるところまで倒して床に近づけながら前ももストレッチかけていきましょう。はい、じゃあゆっくり反対側にスイッチ。はい、そのままかかとをお尻の横にセットしてゆっくり膝を落としていきます。はい、お疲れ様でした。股関節からしっかりと下半身を動かしてあげることによって歩いている時の歩幅が大きくなったり、また下半身の血流が良くなったり、筋肉もしっかりと発達していきますので、一日の中で運動量が少ない方、また歩いている時間が短い方は意図的にこのルーティンを組み込んで行ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。